そうまあ片刃でまず片刃と両刃でやっぱり実験してすごい面白いのが圧倒的にやっぱり食材の味が濃く感じるように切れる。でやっぱりこすってる面積が多ければ多いほどやっぱり味の劣化っていうのが強いっていうことがまあ実験では分かっていて、なのでまあその片刃がまあ研ぎやすいっていうのはあるんだけども、やっぱりまあ味とかあと鮮度の保持とかそういったところにその触れる面積を減らしてまあなんだろうね、そういうことができる保持とかができるようになってるっていう意味がまああるかなと。そうでやっぱり切れ味だけで言ってもやっぱり片刃の方がその構造的には間違いなく切れる。でそれはまあ片刃のそのまあ特徴としてやっぱりテーパーであったりとか、まあ、ひねりであったりとか、まあ、裏すきであったりとか、そういうちょっとその美味しく切れる構造に加工されているっていうのはすごく大きいかなと思うね。だからまあ両刃のいいところは何っていうと、まあざっくばらんにある程度のサイズ感で切るっていうのはすごくできるんだけども、じゃあ薄いですってめちゃくちゃ薄い両刃の包丁だからといってその食材の端から切りに行った時に若干途中の膨らみでこっちに押される可能性があって、こう逃げるんだよね。そうすると上は厚くて下は薄いっていうものがどうしてもやっぱりできてしまう。それが薄くなったからそれが可能ですかって言ったらそうでは全くなく、どれだけ薄くてもやっぱりそういうことが起こってしまう。でそこを改善するのに膨らみをなくしてフラットにさせると今度はひっついてうまく切れないっていうまあ別の問題があって、そこに裏すきがあるとそのひっつきがなくなるっていう。だからやっぱりまあその、薄く片刃の包丁ってじゃあそもそも何用ですかっていう話で、端から切る、要するにかつらむきするとか輪切りするとか食材の端っこから切るっていうのにはものすごく特化されていて、ぶつ切りってすごい苦手なんだよね。曲がって切れてしまう。だから薄刃包丁で端から切ることはあってもあんまり大きくぶつ切りすることっていうのはないんだよね。でさらに柔らかいものにより特化されている。そうなので、まあ、お刺身であったりとか食材をさらにまあ潰さない壊さないっていうところにはものすごくまあ力を発揮するような構造になってるっていうのが間違いなくあって、逆に両刃でおいてはじゃあ何がいいのって言ったらさっきの話まっすぐ切れるっていうのが最大の特徴。その代わりやっぱり繊細な料理がまあものすごくやりにくかったりとか、やっぱりまあ接地面積が多いことによる味の劣化っていうのはやっぱりまあどうしても回避が難しいっていうので、やっぱりまあ片刃にしかないちょっと特殊能力っていうのがやっぱりあるのは事実かな。その薄い両刃の場合研ぐ面積そんな全面じゃないしね。でいい包丁ってやっぱり側面抵抗を減らすためにはまぐり状になってるので、側面全部ベタって当てるっていう研ぎがそもそも最初からできるように作ってないので、ちょっとそこも違うような気がするね。片刃の方が簡単とは思わないですけどね。片刃の方がまあ難しいかな。動的に製造に関しても、まあ、あえてへこませてるわけなんで、じゃあそれに意味がなかったら別にフラットにすればいいわけで、あえてやっぱへこませてるっていうのには、それなりの理由があって、あえてそう複雑な構造を取ってるのはあるのかなっていうのは思ったんですけど。でやっぱりよくあるのがね、視点的に言うと、包丁だけで語っちゃダメなんだよね。これも包丁って派生してできているものであり、例えば何がポイントかって言ったら他の刃物と照らし合わせて見るべきで、そうすると実はハサミであっても鎌であってもナタであっても構造ってほぼ一緒なのよ。そうカンナものにも。でその中にはやっぱりちゃんと裏すきがみんなほとんどのものが裏すきがあって、でまあその切り刃っていうものがあるっていう、そういうまあシステム的に日本古来からあるその作りってみんなそういう形をしているんだよね。その中でもやっぱり古いものっていうのはまあ最初からなんだろう裏すきとかがあって、おそらくそこのシステムを真似てまあ包丁が作られたんじゃないのかと。
だから古くなればなるほど日本の包丁も両刃になってるから、で握りばさみとかのU 字型のハサミとかはまあ、ね、中国から来てるし、で、まあ、中国にね行った時にまあすごい古い刃物にもうすでに裏付きがあったっていう現地も取ってるので、まあ、そういう意味ではまあ海外からまあそういう裏付きの意味があってその理解をされたものからまあ徐々にそうやって裏付きが採用されていき、まあ、日本においてはまだ結構新しいその包丁においての裏付きっていうのは比較的新しいんじゃないかなとは思うんだけど、ただまあねその採用された意味っていうのがやっぱりちゃんとあるはずで。でやっぱりさっきのその軟水とかそういう料理の工程にもものすごく大きく影響してるんじゃないのかなっていう、そうだからまあ断面をつるっとその擦らない抵抗を少なくすることによってやっぱり早く味を出すっていうのが軟水との相性がすごく良かったとか、まあ、そういったところにもまあすごい型番のメリットっていうのはまああったんじゃないのかなっていうのは感じるかな。そこら辺がやっぱり結構そういう論文系でものすごく多いのが、研ぎの部分がもう圧倒的に抜けちゃってるとかね。そう包丁を語る上で、まあ、鋼材ももちろん大事だし、あとはやっぱりね何番で研ぎましたかが大事で、それ買ってきた包丁ですっていうんだったら全部同じ条件で揃えないと、そうで同じメーカーの片刃と両刃ですっていうんだったら分かるんだけど、なんかこっちは片刃でこっちは両刃ですって言ったところが違うところが作ってると、じゃあ番手違ったらそれ刃先の条件違うから、まあ、ちょっとそれ話変わってくるよねとかっていうのもあるしね。これ難しいんだけど、例えばものすごい切れる包丁であっても側面が丸みが強いとこのカーブに沿って切られていくのよ。細胞をやっぱりそうやって傷つけながらその側面のカーブに沿わせていくと丸くなる。そうだからカーブを浅くすればするほどフラットには切れる。その代わりひっつきやすく今度なる。難しいそこまでものすごい差があるかっていうそこまでではない感覚かな。そうただ料理をする上で丸まってるものを押さえつけてもう一回切るっていうのと元からまっすぐのだと最終的に火を入れた時にねちょっと歪む可能性があるのよ。そう一回細胞もそういう方向性に傷つけられちゃってるから、だからまあできる限りまっすぐ形が変わらずに切れた方がいいかなと思うのよね。だからさっきのその薄刃包丁で切った写真が丸く切れてたのがすごい違和感なの。薄刃包丁で綺麗に切るとまっすぐ切れるんだよね。だからそれはそれで今度薄刃包丁そんなに切れてなかったんじゃないのっていうのもちょっと感じる写真だったかな。